私は皆さんのような高校生を対象にして学校で起こるさまざまな教育事象、それを学校臨床学っていう学問の領域として研究している人間です。学校臨床学ってどんな学問なのか、簡単に言うと、例えば皆さん学校でちょっと嫌な話だけれどいじめがありますよね。不登校の子たちがいます。あるいは友達の中に上下関係、例えばカーストって言います、スクールカーストって言いますが、そんな人間関係を作ったり、場合によってはマスクが流行ったり、こういういろんな学校で起こる現象って実は社会が大きく変化する。その社会の変化に伴って学校が変化する。で学校が変化すると、先ほど言ったように皆さんの学校での様子がどんどん変わってくる。そこをデータとか観察とか、そういうね方法を使ってしっかりと明らかにしていく学問、これが学校臨床学って言います。なんかちょっと面白い感じがしませんか？自分たちの問題がそのままリアルに研究の対象になるんです。例えばですよ、大学生の中に今すごく面白い現象が起こり始めてる。例えば大学の食堂、オープンキャンパスなんかで行ってもらうと分かるかもしれませんが、4人掛けのテーブルとか6人掛けのテーブルの真ん中についたてがね立ってる、そういう席があるんです。真ん中のついたてが邪魔になって向こうに座ってる人の顔が見えない。こういうのを一人ぼっちでご飯を食べに行っても全然大丈夫な席、そういう意味で僕らはぼっち席って呼んだりします。そのぼっち席がなんで流行ってきたのか、もちろん大学生なので実験等々で忙しくてすぐにご飯食べてすぐに教室へ戻らなきゃならない、そんなこともあります。でもね、このぼっち席が増えてきた理由を学校臨床学的に少し深く掘るんです。そうすると、ちょうど今皆さん持ってるスマホ、携帯電話、ネット社会が皆さんの中に入ってきたその時期と、大学にぼっち席が登場してきた時期がピタッと重なります。もう一つ、今アクティブラーニングって皆さん聞いてるでしょうけれど、友達と一緒に授業の中で何人かで議論をしたりディスカッションしたりしますよね。ああいう時間、君の意見はって問われるような、そういう時間が学校の中で増えてきた。このアクティブラーニング型の授業が増えてきた時期と、例えばぼっち席が増えてきて一人ぼっちで食堂に行ってご飯食べる、壁に向かってご飯を食べる、そういう席が増えてきた時期とがピタッと一致するんです。これはなぜか。携帯電話が流行ったりアクティブラーニングが流行ってくると、どうして大学生はねぼっち化するか、そんなことを例えば考えてみると、先ほどお話ししたように社会が変化してきた。その社会の変化に合わせて学校の様子やネットが皆さんの生活自体を変えてきた。友達関係変えてきた。そこをしっかりと掘り下げながら、じゃあどうすればいいのか。例えば今日集まった人たちの中には将来学校の先生になってもいいなと思っている人がいるかもしれない。そういう時に我々はそれを大学時代にしっかりと考えて研究する。これが学校臨床学です。